春雨物語。天津乙女。第52代の帝、嵯峨天皇の秀でた際は、歴代の帝の中でも類がなく、その際をもって世を治めていた。その政りごとは中国の法に倣い執行したので、世は風土まで改まったと人々は噂した。王女たちの鉄さび歌でさえ、木にもあらず、草にもあらず、竹の世の、とか、毛を吹いて傷を求む、などと固い読みぶりで、国風の歌を読む人は口をつぐんでしまった。国風の歌を読んだ平城上皇が、皇位をたった4年で降りられたことを、密かに嘆く者も少なくなかった。もう一度皇位に就かれたいとお思いであろうに、と額を集めて噂し合ったということである。嵯峨天皇も上皇のお心に配慮して、弟君の大友の巫女を皇太子に立てて上皇をお慰めしたのは、思慮深いことであったと、人々は口を揃えた。やがて嵯峨天皇も上位し、嵯峨野という山陰に中国の西王行に倣い、屋根の茅も切り揃えない質素な宮に移り住んだ。そもそも宮造りにおいては、先代の桓武天皇が奈良の都の壮麗なありさまを我が国では前例のないものとして、古来の質素で飾らない作りに変えようとしていたのであろう。しかし、最初に移った長岡はあまりに狭く、家臣たちの中には、家を奈良の旧都に残して通ってくる者もあり、民は増して旧都に残ったままであったので、これは失敗だったと考え直し、今の平安京を作らせて遷都したのだ。土を鳴らして礎を高く積み上げ、門を守る神々に祈りを捧げて移り住んだが、人の心は華やかなものを追い求めるもので、いつしか家臣の家や宮殿の大きさも奈良の昔の派手な造りに戻ってしまった。年老いた物知りは、漢の鍵が古代中国を忍んで、政りごとを古代に改めよと言ったのを、賢人たちが諌めたのは、もっともなことだ、と漢書を探し出して、今の世を称えたということである。嵯峨上皇はご隠居の御所に、若く華やかなままでおられた。ただ参上する者には、中国の書物を読め、と勧め、草書霊書をよく学び身につけて、多くの書を運んでくる船の中から書を選び求めた。上皇はある日、空海を呼んで、これを見よ、王羲之の直筆であるぞ、と差し出すと、空海がこれを手に取って、よくよく見ると、これは私、空海が中国におりました時に、王羲之を手習いにした筆跡でございます。これをご覧ください。と言って、紙の裏を少し剥がしてみせると、空海筆と記してあったので、上皇は言葉もなく、妬ましいご様子であったという。空海は書の達人で、御筆話上、一度に5本の筆で字を書いたというのは、書体を自在に書き分けたからであろう。
弟君が皇位を譲り受けて、後に第53代の帝として純那天皇と言ったのはこの時代である。元号を天朝と改めた。奈良の上皇はこの年の秋7月にお亡くなりになり、平成天皇と尊号をお送りした。佐賀上皇のご裁量に改まってからは、法令が頻繁に執行され、儒教ばかりを取り入れていたが、仏法は全く衰えることなく、帝の上に御仏がお立ちになっていると言って、東堂は年ごとに立ち並び、学に通じた儒法新たかな僧たちは、勧進同様に朝廷の会議に入ることこそなかったが、祭りごとに時々口を挟んだので、おのずとその教えに引っ張られることも少なからずあった。なぜ帝は仏法の教えに感化されて、仏の偉大な知恵に取り込まれてしまったのであろうか、と密かに嘆く者もいた。中納言和家の清丸の建立した高尾山の真願寺では、洋宗道教が権力を振るい、宇佐八幡宮の神託をねじ曲げようとするのを、清丸はありのまま天皇に報告したので、道教が怒り、清丸を稲葉の次官に左遷したが、なお飽き足らず、官位を奪って庶民に落とし、大隅の国、鹿児島に島流しにした。しかし、清丸は誠実な男であったので、第46代と第48代を兼任した女帝、聖徳天皇が亡くなられた後、再び召し抱えられ、ようやく年老いた頃に中納言に引き上げられた。人々は備前岡山に下って水害を防ぎ、民を守られた功績もあるのに、気の毒なことであった。と申さぬ者はいなかったという。そして、宇佐八幡宮の神の恩に報いる寺だということで、後に真願寺と名を改めたが、清丸の命運の儚さはいかんともしがたく、運が悪かったとしか言いようがない。純那天皇もほどなくして退位し、上皇お二人という前例のない事態になった。中国でも聞いた試しがないといったことである。皇太子の正良親王が皇位を受け、第54代の帝、仁明天皇となり、元号を承和と改めた。この頃、仏教が一層盛んになったことは不思議なことであった。儒教も相並んで行われたようであるが、車の片輪がかけて、その足が遅いようであった。それにしても、祭りごとは中国の盛んな様を羨んで、つまるところ、世は映画を求めたのである。吉峰の宗貞という6位の黒人は、才学に秀でたもので、帝の目に留まり、側近として召し抱えられた。時々、文を読め、歌を読め、とご寵愛賜り、いつしか祭りごとをも密かに相談するようになったが、宗貞は賢かったので、祭りごとには一切口を出さず、ただ遊びごとなどについて、古い例を帝のお心を伺いながら進言した。
色を好み、華々しいことを好む男で、毎年の新滑祭の宴に舞う舞姫の数を帝に勧めて増やさせた。これはかの天武天皇が吉野に世をお酒になった時、国を治める前兆として、天女が5人天から舞い降りてきて、舞を待ってお慰めしたという古い例がございますから、5人の乙女こそ古い例にかなうものです。と申し上げ、帝も同様に色をお好みであったので、その年の冬に命を下し、華やかに執り行われた。大臣、納言の面々は、娘たちを美しく磨き上げ、帝の目に留まりたいものだと支度したが、舞を眺めただけで捨てられた娘たちは、未婚のまま宮中に留め置かれ、気の毒なことであった。和歌はこの時代からまた盛んになり始めて、宗貞に続いて、噴屋の康秀、大友の黒主、貴仙などという優れた歌人が出てきて、また女流でも伊勢、小町など昔とは異なる新しい歌を詠んで、なお後世に残した。帝は40歳の祝いの席で興福寺の僧が詠んだ歌をご覧になり、長歌は今僧たちに残っていたのだな、と言ったという。今見れば良い出来とも思われないが、その頃は珍しかったのであろう。万葉集の歌人、人麻呂、赤人、小倉、金村、やかもち経の読み方は知らなかったものと見える。ある時、帝は空海に尋ねた。金明天皇、推古天皇の時代から仏教の経典が多く我が国に渡ってきても、それでもなおすべてのお経には数が足りないというが、そなたの真言の呪法はどうか。空海が答えるには、経典とは、例えば医者が医学書を学び、五運六気の陰陽のことあり、人体六景のすべてを知るのと同じことです。私の呪術は、薬の奥義、人参、ブス、大王の効能を選んで、病の原因から症状に応じて、病の本質を探り、治療するようなものですので、経典と呪法は車の両輪二つ揃ってこそ、道は進むのです。と答えた。帝はうなずいて、褒美を取らせた。帝は、宗貞が色を好んで戯れるのを露見させようと考えて、女御たちの住む香楼殿の端の間のすだれの下で女の衣を着て隠れていた。宗貞は計られているとも知らず、その袖を引いたが、帝は答えない。すると、宗貞は囁くように歌を詠んだ。山吹の花色、衣主や誰とえど答えず、口なしにして。山吹の花色の衣の主は誰であろう。答えないのは口なしだからだろう。と歌うと、帝は衣を脱いで顔を出した。宗貞が慌てふためき逃げ出すのを、帝はただ、こちらへ参れ、と呼び止めて、ご機嫌麗しい。中国の孤児に桃の実をかじって、これをお食べください、
おいしいですよ、と帝に差し上げた娘を、むしろ忠義のものとして召し使ったのと同じことであろう。山吹色を口なし色というのは、この歌が言われだということだ。純那上皇の皇后は、今は皇太后で、大臣橘の清友の姫君である。円大寺の僧が、橘の内神を我が寺に祀るべしと、先代純那上皇の夢のお告げがありました、と申し上げ、帝はそのように許そうと思ったが、皇太后がこれを聞きつけて、外戚の家のことです。国家の大祭に関わらせるのは、かえって非礼になります。と言って許さなかった。角の川のほとり、今の梅宮神社の祭りが、この橘の氏神の祭りである。このように皇太后は男勝りな方であったので、宗貞の性格が良くないのを密かに憎んでいたということだ。友の小網峰、橘の早成らが佐賀上皇の喪に乗じて謀反を企てたのを阿保親王が聞きつけて朝廷に通報したので、官兵がすぐにやってきて一味を捕らえた。皇太后はこのことも橘の早成が橘氏一族の汚れになると言って重く罰せよと独り言を言ったという。皇太子の常貞親王はこの謀反の首謀者の汚名を着せられ、僧となり名を孔雀と改めた。ああ、皇位を奪い取ろうとする悪しき霊は中国の書に見えるが、これに習われたのだろうと、この処置を憎む者も多かった。仁明天皇は嘉祥3年、西暦850年にお亡くなりになった。陵墓を紀伊の深草山に築き葬ったので、深草の帝と呼ばれた。葬儀の夜から宗貞は行方知れずとなった。これは皇太后や大臣らの恨みを恐れてのことであった。殉死、主の死を追うことは今は禁止されているが、人々はこの人はもう生きていないだろうと言い合った。しかし宗貞は包囲もまとわず蓑笠をかぶってみすぼらしい姿のままあちこちを修行して歩いていた。宗貞が清水寺にこもっていたある夜のこと、小野の小町もその夜清水寺の部屋にこもって経を読んで夜を明かしていたが、隣の部屋の経を読む声がただものではないと思い、もしや宗貞ではなかろうかと歌を読んで渡した。石の上に旅寝はすれば肌寒し、苔の衣を我に重な。石の上で旅寝をしていると肌寒いので、苔の衣を私に貸してくれませんか。宗貞法師はこの筆跡が小町のものだと知り、その紙の裏に墨壺の墨で歌を書いて返した。世を捨てし、苔の衣はただ一重、重ねて薄しいざ二人眠。世を捨てた私の衣はたった一重で、重ねて着ても薄いものです。
いっそ二人で飲ませんか。宗貞はそう歌って、その場から早々に立ち去った。小町はやはり宗貞であったかと思い、皇太后にこの歌を見せた。皇太后は宗貞を探させていたので、先代のご寵愛のものですよ。どうして引き止めなかったのですかと嘆いたという。宗貞は機内をあちこちと修行して歩いていたので、ついには見つけ出され、代理にたびたび通うようになった。また、その時々の帝が才のあるものだとしきりに精進させて、ついには僧正の位まで上り詰め、名も返上と改めた。これも修行の徳によるものではなく、仏が授けた名画の人であった。返上には男子が二人いて、兄の弘信は朝廷に仕え賢い人であった。弟は法師の子は法師になれということで、髪を下ろさせ法師となり、祖生と言った。歌の名人で父親に次いで評判だったが、時々よからぬ俗念を抱いたのは、本心から起こった仏道の道ではなかったからであろう。僧正は火山というところに寺を建立して、行いを済まして一生を終えたという。仏の道とは不思議なものである。世を捨てた当初の心とは比べ物にならないほどの色美しい方位や唐錦の袈裟を身にまとい、車の音を轟かせ代理に参る姿を見て、このように人の運の良し悪しは天から授かった福運次第であるという人がいた。僧正自身もそう考えたに違いない。